以前の動画でゴミを減らす20のアイデアをご紹介しましたが、今回は私たちが普段水に流している洗剤をエコにするアイデアをシェアしていきます。具体的なアイデアに入る前に何がエコな洗剤なのかというところなんですが、商品名にエコと入っているものも結構ありますし、やはり何が本当にエコなのかっていうのをある程度知っておく必要があると思います。こちらに私が普段使っている洗剤を並べているのですが、こちらの重曹、セスキ炭酸ソーダ、そしてクエン酸は自然界にそのまま存在する無機物なので、水に流れ出しても分解される必要がまずありません。そしてこちらの高速液漂白剤とも呼ばれる過炭酸ナトリウムは水に流れると酵素、炭酸ソーダ、水に分解されるので環境への負担が少ないです。こちらの石鹸は動物や植物の油脂とアルカリを混ぜて作られる洗剤です。石鹸の洗浄力の主成分の一つは重曹などと同じアルカリです。アルカリは油分に出会うと一種の石鹸に変わって水と一緒に汚れが流れ落ちます。加えて赤や食べ物、血液といったタンパク質を分解する効果もあります。石鹸の洗浄力の主成分のもう一つは界面活性剤です。界面活性剤は普段混ざらない水と油の境目をなくし、混ぜ合わせることで汚れを水に流れるようにします。合成洗剤などの化学薬品の界面活性剤と石鹸の界面活性剤の違いは、石鹸は水に薄まるとその界面活性作用を失うというところです。界面活性剤は魚などの水生生物にとっては毒性が非常に高いです。そして市販されている合成洗剤の界面活性剤は水に薄まってもその効力を失うことがありません。日本は下水処理技術が高いのでほぼ全て取り除けているとされていますが、中には窒素やリンなど十分に取り除けずに放流されているものもあります。これらは植物プランクトンの養分となって植物プランクトンの異常発生につながり、生態系のバランスを崩すことがあるとされています。環境への影響もありますが、合成洗剤は強い薬品が使われていることも多く、私たちの体への影響も考えなくてはいけませんね。私は以前は普通の市販されている合成洗剤を使っていましたが、こちらのエコ洗剤に切り替えてからは普通の合成洗剤は強すぎて匂いを嗅いだだけで少し息苦しくなります。ポイントは私たちが普段暮らしている中で出る汚れというのはそんなに大したものではありませんね。そういった汚れに対して強力な化学薬品がたくさん入っている合成洗剤が本当に必要なのかというところだと思います。こういったエコ洗剤をどう使い分けるかについてはその成分を理解する必要があります。アルカリ性の洗剤についてはアルカリ性の強さがそれぞれ違うので汚れの頑固さによって使い分けていきます。そして今回の動画には使いませんが、こちらのクエン酸は水垢などのカルシウムなどが結晶化した汚れに効果的です。殺菌効果もあるので水と薄めてこういった万能クリーナーにしてもいいですし、アルカリと中和するので石鹸シャンプーの後のリンスとしても効果的です。ただし他のアルカリ性の洗剤に比べるとお値段が少しお高めですね。海外の動画だとレモン汁やお酢を使ってクリーニングしている場合が多いんですが、それは海外のお水は日本のお水に比べてミネラル分が含まれる硬水なので結晶化した汚れが多いんではないかと思います。正直私はクリーニングにクエン酸を使う必要性はあまり感じていなくて、使うのはもっぱらこちらのアルカリ性の洗剤になります。今回ご紹介する洗剤は概要欄にリンクを貼っておきますが、ネットで量り売りできるところがあるので私はそちらで買っています。基本となる洗剤ですが、まずこちらの万能クリーナーです。ウォッシングソーダと呼ばれるセスキ炭酸ソーダ小さじ1と水 500ml をスプレーボトルに入れたもので、主に水で流さない拭き取り掃除に使います。水で流せる場所や物をきれいにするのには液体石鹸を使います。概要欄にリンクを貼っておきますが、私はヤシ油が原料になっているパックスの200番を使っています。カウンターに食べ物をこぼしてしまい、さっと拭き取りたい時などはミニスキージーが便利です。スキージーをさっと水に流すだけでいいので、後から洗う必要がある布巾よりも簡単でエコですね。カウンターの汚れが気になる時や1日の最後の調理後は万能クリーナーをスプレーし、布巾で拭き取ります。
シンクも同じように万能クリーナーをスプレーし、ミニスキージーで水分を取り除きます。排水口は夜寝る前にソルトシェーカーに入れた重曹を一振りしておくと消臭効果があります。頑固なコンロの汚れには五徳をお鍋に入れ、水と重曹を入れたら火にかけます。細かい泡が出てきたら火を止め、触れられるくらいの熱さになるまで冷まします。それだけでだいぶ焦げや汚れが浮き出てきますが、こびりついた汚れには半分にカットした有効期限切れのクレジットカードが便利です。最後に液体石鹸をつけたたわしなどで洗って仕上げます。コンロ周りも万能クリーナーできれいにし、きれいになった五徳をセットすれば完了です。食器や調理器具で油分がついていないものや口をつけていないものは洗剤を使わず水洗いします。食器洗いには液体石鹸を使いますが、石鹸の効果的な使い方をご紹介します。アルカリ性の石鹸は酸性に出会うと中和されて洗浄力が落ちてしまうので、特にお酢やお醤油、トマトなどの酸性の食べ物がついているものはまず水で流します。そして石鹸は汚れを泡で包んで取り除くのでよく泡立てます。洗浄力が一番高まるお湯で洗い、石鹸がついた食器が水に当たらないようにして流し、ラックで乾かします。食器洗い機を使う場合は合成洗剤の代わりに過炭酸ナトリウムを小さじ1から2入れ、通常コースで洗います。拭き取り掃除となるトイレ掃除にも万能クリーナーを使います。便器の中、外に万能クリーナーをスプレーし、便座から外側、内側とマイクロファイバークロスで拭いていきます。便器の中は小さく切ったダスタークロスで拭きます。少し時間を置いて水を流せば完了です。クロスは後でまとめて洗います。水で流せるお風呂場は液体石鹸で洗います。全体的にお湯をかけたら泡立てた石鹸をつけ、お湯で流し、スキージーで水気を切り、よく換気します。排水口や隅など汚れが特に気になる部分は研磨剤としてソルトシェーカーに入れた重曹を振りかけ、アクリルたわしなどでこすって落とします。普段お風呂に入る前の浴槽の掃除は洗剤はつけずアクリルたわしでお湯洗いします。洗面台の鏡は洗剤はつけずお湯をつけてアクリルたわしで磨き、スキージーで水気を切ったら乾いた手ぬぐいなどで拭きます。洗面器はお風呂場と同じくお湯と石鹸で洗い、排水口の汚れが気になる場合は重曹を足し、歯ブラシなどで掃除します。洗面台は万能クリーナーをスプレーし、マイクロファイバークロスで拭き取ります。トイレや洗面台のお掃除に使ったクロスや雑巾など汚れが特に気になるものは過炭酸ナトリウムでつけ置き洗いをし、石鹸で洗って仕上げます。布ナプキンなどの血液の汚れにはセスキ炭酸ソーダのつけ置き洗いが効果的です。普段の洗濯は液体石鹸と小さじ2のセスキ炭酸ソーダを入れ、通常コースで洗濯します。何か香りをつけたい場合はハーブオイルなどを足してもいいと思います。汗をかいたものや汚れが特に気になる洗濯物は過炭酸ナトリウムを大さじ2洗濯槽に入れて洗濯します。ここまで見てくださってありがとうございます。今日はエコなお掃除のアイデアをご紹介しました。環境だけではなく私たちの体にも優しいお掃除、洗濯をぜひトライしてみていただければと思います。こういったエコな生活、ビーガン、ヨガといったトピックで毎週水曜日と土曜日に動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだという方はぜひお願いします。インスタの方ではその日に食べたものや作ったもの、スタジオの様子などをお伝えしていますので、そちらもぜひフォローをお願いします。それでは See you next time!